皆様こんにちは。すぐみモデラーのたまです。今回は長谷川製のレイトンハウスローラーを作りますよ。このキットは2023年6月に限定発売されましたよ。1ヶ月経った7月現在でもまだ購入できるみたい。概要欄にリンクを貼っておきましたよ。必要な塗料はおなじみなのばかり。ここは削り取らなきゃダメなんだって。スクリーンも自分でカット。ミラーの取り付けは1ミリの穴を開けなきゃね。長谷川の配色図はかっこよい。新作のデカールらしいですよ。少ないから貼るのは楽だったらいいな。初めての24分の1。想像以上に小さかったよ。バリが多めでございます。コックピット周りの分割パーツ。パーツ数も少なく感じるけどどうかな。それでは制作スタートでございます。ボディ関連はこれだけ。こりゃ余裕かもしれんね。がっつりなパッティングライン。凄まじい隙間ができるので合わせ目消し。面倒なのでいつもはやらない作業。溝が浅いので筋彫りもしちゃうよ。奇跡的に脱線しなかったよ。ノーズ部分も合わせ目消し。このキットは下準備に時間がかかるよ。タミヤ製のドリル買ったよ。子供の頃に買ってもらったピンバイス。こいつでミニ四駆を軽量化しまくったよ。綺麗に貫通しましたよ。なぜかミラーが2種類ついてるよ。マジで小さいので一度紛失しましたよ。カウル裏を塗装するよ。
フラットブラックは食いつきが良いので楽。下地にはベースホワイト。サクッと塗ってきたよ。筋彫りしたところも綺麗。合わせ目消したところは少し引けて粗が出たよ。玉は気にしないけどね。タミヤのコーラルブルーで塗装するよ。エアブラシで拭きたいので、スペアボトルに移しますよ。ガスを抜かなきゃ爆発するよ。何度か繰り返せば大丈夫。ガスが完全に抜けたのでスペアボトルに移すよ。ちょうど満タンになりますよ。ラベル剥がして。ほら、これで確認しやすいよ。希釈にはフィニッシャーズのピュアシンナー。混ぜ混ぜ。素敵な色になりましたよ。なんてこった。ミラーを塗り忘れていたよ。これで体力半分持っていかれたよ。鏡部分はエナメル塗料。すっかりエナメルの出番が増えてきたね。シャシー関連に着手。遮熱板はアルミテープ貼りたかったけど、マフラーエンドの凹凸があったので塗装。めんどくさい。キラキラ部分にはこれが一番。
ンジンの塗り分けは比較的簡単。ガイアのアルティメットホワイトを原液で使うよ。ブレーキ周りはいつも適当。シフトノブ。エンジンに少し色を足して。メーターもシンプル。久々に筆を使った気がする。キャリパーもブレンボ風に金色。コーラルブルーが乾いたのでチェックしますよ。しかし美しい。まるでエーゲ海のようなきらめきでございます。大阪湾のやばい色しか知らんけど。翼端板は塗り分けが必要。めったに使うことがないミドルストーン。ちなみに持っていたのにまた買っちゃったよ。いよいよデカール。デザインナイフの刃を新調して。空気を切るように滑らか。デカールのラスボス登場。見るからに貼るのが難しそうな形。
空っぽになったので新しいの使うよ。うわ。これはおっかない。長谷川のデカールは品質が良いので丈夫ですが、この取り回しは緊張感ありますよ。位置合わせが本当に難しい。シワもなかなか取れない。何度も浮かせて微調整。頭に来たので強行とか。折り返し部分も長谷川デカールは割れない。この品質はマクロスのキットでも助かっております。ついにラスボスやっつけたよ。ここはリアカウルにつながるラインなので慎重にね。ブリヂストンのマークは傾斜しているので、位置合わせが絶妙に難しい。スーパージークは昔流行ったホイール、センターロック風の時代を感じるデザイン。レジェンドの関谷正則さん、このマシンに乗っていたのですね。そしてレイトンハウス。このカラーリングに塗られた原付がよく走ってました。漏れなく直感爆音でしたね。ノーズには切り込みを入れて、綺麗に分離できるかな。大成功でございます。バブル絶頂期のレーシングチーム。少ないデカールだったけど、結構時間がかかりました。アーム類の組み立てを始めますよ。24分の1は繊細でぽっきり折っちゃいそう。仮組みしなかったから何度も削ったりして位置合わせし直しているよ。エンジンとシャシーの取り付けは瞬間接着剤を使うよ。
しっかりと水平に取り付けないとバランスが崩れるよ。マフラーは見栄えを良くするためにキラキラにしたよ。針が多かったり穴がずれていたりで調整が難しかったよ。ガイアノーツの EX クリアを初めて使ってみるよ。乾燥後はとても硬くなるらしく研ぎ出し向きとのこと。ヒュアシンナーで希釈してみるよ。0.5 ミリのハンドピースで吹きつけるよ。素晴らしい輝きに息を飲みますよ。と思ったら大失敗したよ。クリアの我、シワ。こんなこと初めて。完成を急いで乾燥機にぶち込んだからか、梅雨で高湿度なのに塗ったからか、希釈の相性が悪かったのか、クリアを分厚く拭きすぎたのか、中研ぎして拭き直しますよ。なんとかシワや割れを消すことができました。デカールとつらい字になったので手間が省けました。使い慣れているレベリングシンナーで希釈します。今回は焦らず薄拭きを繰り返すよ。リカバリーできて一安心。エーゲ海が戻ってきましたよ。自然乾燥させました。ラジエーターや周辺部品を取り付けて、シャシーの取り付けは微調整が必要。ノーズ底の蓋も慎重に調整。すべてのアーム類がそのままでは装着できません。ステアリングロッド。入らない。まさかこんなことになるとは。塗装の厚みが原因。仕方なく削ってみるよ。よし、入ったよ。あれ、ここも当たっちゃうの。これもともと入らないんじゃないかな。ついに貫通させてやったぜ。細く長いアームがとても美しい。少し穴を拡張。無限のエンジンヘッドカバー。
十数年前から減らないエナメルシンナー。この作業もコツをつかんできたよ。無限のエンブレムが秀逸。ホイールの軸受けキャップが長かったので少しカット。そのままでは絶対に使えないタイヤ。針多めどころではございません。カリカリ。表面も削ってしっかりスリックタイヤでございます。タイヤマークはデカール。何年先も劣化しなければ助かるんだけど。ポテンザがかっこいい。ホイールの取り付けはすんなり入ったよ。フロントウイングの組み立て。艶消しと艶ありの羽が良いアクセント。ミラーの取り付けは今までのキットで一番簡単でしたよ。特徴的なインテーク。微調整した貝がある綺麗なはまり具合。リアカウルは歪みもなくぴったり。リアウイングの組み立て動画が撮れてなくてショック。でもかっこよい形しています。最後にロールバーを取り付けて。レイトンハウスローラ、完成でございます。美しすぎて恐縮でございます。